ヨギです。今回は男性がさりげなくこんなことをしてきたらムラムラしていますというテーマで話していきます。男性というのは女性からの特定の行動やサインを受け取ると本能的にムラムラしてしまう生き物なんですね。視覚的な刺激やボディタッチ、言葉、雰囲気など様々な要素が複雑に絡み合ってムラムラした気持ちが生まれてくるんですよ。というわけで今回は男性はさりげなくどういったムラムラサインを見せるのかということについて具体的な例を交えながら解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。では一つ目は視線が特定の部位に集中する。男性は視覚的な刺激に非常に敏感なんですよね。魅力的な体のパーツを見ると自然と目がそちらに向いてしまうことがあります。これは男性の本能的な反応であってあなたのことを軽視しているっていうわけではないです。ただ視線が露骨だったり長時間にわたって続く場合は注意が必要ですね。具体的に言うと、例えば会話中にあなたの胸元をチラチラ見ている。ムラムラしてますね。視線があなたの胸元に集中している場合は、彼があなたの体型や胸元に魅力を感じている可能性があります。そして視線が合うたびに恥ずかしそうに目をそらす場合は、あなたに好意を持っている可能性も考えられますね。例え二つ目は、あなたの足をじっと見つめてくる。女性の足は男性にとっては魅力的なパーツなんですよね。彼があなたの足をじっと見つめている場合は、あなたの美脚に魅了されてます。特にスカートやショートパンツを履いている時に視線を感じたら、それは彼のムラムラサインかもしれない。例え三つ目は、あなたが何かを取ろうと手を伸ばした時に、あなたの体のラインを目で追う。女性の体のラインは男性にとってはすごく魅力的です。あなたが何かを取ろうと体を伸ばした時に、彼があなたの体の曲線美を目で追うのは、あなたに性的魅力を感じているサインと言えます。視線があなたの顔以外の部分、特に胸元や足などに集中している場合は、彼があなたを性的な対象として見ている可能性が高いです。では二つ目は、身体的な距離感を縮めてくる。パーソナルスペースは人との適切な距離感を保つために重要なものですよね。彼があなたとの距離を必要以上に縮めてくるのは、あなたへの性的興味を示すサインかもしれない。具体的に言うと、例えば、話している時に顔が近づくほど距離を詰めてくる。会話中に彼が距離を縮めてくるのは、あなたとの親密度を高めたい、あるいはあなたの反応を見たいという気持ちの表れかもしれない。特に彼があなたの息遣いや香りを意識しているようであれば、それはムラムラしているサインと言えるでしょう。例え二つ目は、二人で歩いている時に肩が触れ合うほど近くに寄ってくる。二人で歩いている時に彼がさりげなくあなたの肩に触れるほど近づいて寄ってくるのは、あなたとの距離を詰めたいという気持ちの表れですよね。人混みの中などで彼があなたを守るように近くに寄ってくる場合は、好意を持っている可能性も考えられます。ただ、単に距離感が近いだけの場合もなくはないので、注意が必要ですね。例え三つ目は、座っている時にあなたの隣にぴったりとくっついてくる。座っている時に彼があなたの隣にぴったりとくっついてくるのは、あなたとの物理的な距離感を縮めたいという気持ちの表れですよね。特に彼があなたの体温や香りを意識している様子があれば、それはムラムラしてます。よく匂い嗅いでくるような仕草を取る男性とかいると思うんだけど、ムラムラしてますね。はい、では三つ目は、下ネタやセクシーな話題を振ってくる。男性は性的な話題をすることで気分が高揚して性的興奮を感じやすくなります。彼があなたにそのような話題を振ってくるのは、あなたに対して性的興味を持っている可能性が高いですね。具体的に言うと、例え一つ目は、露骨な下ネタを言う。よくいますよね。テンション上がり気味で露骨な下ネタを話す男性いますけども、そういった時は当然ムラムラしてますね。例え二つ目は、あなたの恋愛経験について踏み込んだ質問をしてくる。過去の恋愛経験や性的な話題はプライベートな領域ですよね。そこに踏み込んで質問をしてくるっていう場合には、あなたとの関係性を深めたいっていう気持ちと同時に性的興味を持っている可能性がありますね。下ネタとかセクシーな話題につなげようとしている部分ありますよね。なのでムラムラしてます。下ネタやセクシーな話題は彼自身の性的興奮を高めようとしているサインですね。では4つ目は、あなたのボディタッチに敏感に反応する。男性は好きな女性からのボディタッチに敏感に反応します。
特にさりげないボディタッチでもそれが意図的なものだって感じると、ドキドキして興奮してしまうことがありますよね。彼の反応を観察することであなたへの気持ちを探ることはできますよ。具体的に言うと、例えの一つ目としては、あなたが彼の腕に触れた時に顔をあからめる。普段はクールな彼でもあなたからのボディタッチに赤面してしまうのは、彼があなたを意識している証拠です。特に普段は感情を表に出さない男性であれば、なおさらその可能性は高いですね。例え二つ目は、あなたが彼の肩を叩いた時に息を飲む。ちょっとしたボディタッチでも彼が息を飲んだり、一瞬動きを止めたりする場合は、彼があなたに触れられたことに興奮しているサインかもしれない。これはよくありますよ。男はね、動揺を隠そうと固まりますから。動揺してあたふたしてる様子を見せたら、魅力的に見えなさそうじゃないですか。だから逆に固まるんですよ。固まって動揺を隠そうとする。動きが止まった場合は、実は興奮している可能性がありますね。例え三つ目は、あなたが彼の手に触れた時に手を握り返してくる。あなたからのボディタッチに対して彼がさらに積極的なアクションを取ってくるのは、あなたへの好意を示すサインです。手を握り返すだけじゃなくて、あなたの手を優しく包み込んだり、指を絡めたりする仕草をする場合もあります。こういった場合はムラムラしてますね。あなたのちょっとしたボディタッチに過剰に反応するのは彼が興奮しているサインです。では5つ目は、声のトーンが低くなるまたは早口になる。男性は性的に興奮を感じると自律神経が活発になって声のトーンが低くなったり早口になったりすることがありますね。これは男性の本能的な反応でコントロールするのが難しい。だから自然に出てしまう。彼の声の変化に注目することで彼の心の動きを読み取ることはできますね。具体的に言うと、例え一つ目としては、あなたと話すときに普段よりも低い声で話す。男性は好きな女性の前では低く落ち着いた声で話そうとする傾向があります。これは男らしさをアピールするためであったり、あなたを安心させようっていう気持ちが自然に現れてますね。アピールしたいときは男は声が低くなる。二人きりになったときに声がいつもよりも低くなっているようであれば、あなたにもっと近づきたいなという気持ちが隠れている場合がありますね。例え二つ目は、興奮した様子で早口でまくし立てるように話す。もちろん人によるところはありますけどね。男性は性的興奮を感じるとアドレナリンが分泌されて心拍数が上がります。その結果、早口になったり、話がまとまらなくなったりすることがありますよね。特にあなたと二人きりの時とか、ロマンチックな雰囲気の中で彼が早口になる場合は、あなたに興奮している可能性が高いでしょう。ただ逆に早口になりそうだから、話し方を遅くしたり、間が空きすぎたりすることもありますけどね。早口になったら動揺してる感があるじゃないですか。だから逆に口数が少なくなったり、極端に間が空いたり、いつもよりも話す感覚が空くっていうこともあったりします。例え3つ目は、あなたの名前を呼ぶときに声が震える。緊張してんな。相当気持ち高まっちゃってるよね。好きな人の名前を呼ぶときに緊張や興奮から声が震えてしまうことがあります。これは彼があなたを特別な存在として意識しているサインとも言えますね。特に普段は落ち着いた彼があなたと話している時だけ声が震えるのは、あなたにドキドキしている可能性がすごく高いです。女性に対して慣れていなかったり、免疫が少ない場合はこういったことにもなりやすいですよ。すぐドキドキムラムラしちゃうんだから。声のトーンや話すスピードが変わるのは、彼が緊張しているまたは興奮しているサインです。では6つ目は、あなたの香りに敏感になる。人は視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、この五感を使って相手を認識して感情を抱きますよね。特に嗅覚は本能的な部分と深く結びついていて、特定の香りは感情や記憶を呼び起こす力を持っています。彼があなたの香りに敏感になるのは、あなたを魅力的な存在として認識していて、性的興奮をしている可能性がありますね。具体的に言うと、例え一つ目としては、あなたの近くを通るときにさりげなく深呼吸する。男がやるとちょっとキモいな。あなたの香りをもっと深く吸い込もうとするのは、彼があなたの香りに惹かれている証拠です。特に彼があなたの髪や首筋あたりで意識して呼吸をする場合は、あなたへの性的興味を示している可能性が高いですね。例え二つ目は、あなたの髪や服の香りを褒める。いい香りするね。といったような褒め言葉は、彼があなたの香りに意識を向けているサインです。男は心の中で、この子の匂い、いい匂いだな。思っているからこそこういった言葉が出てきます。ここで高まってますね。
といったようにあなたの香りに敏感に反応したり、近づいた時に香りを嗅いでくるような仕草があった時には、あなたにムラムラしています。では7つ目は、冗談っぽくセクシャルな発言をする。男性は好きな女性に対して冗談っぽくセクシャルな発言をすることがありますよね。これは相手との距離感を縮めたいとか、反応を見たいっていう気持ちが現れてます。一部の男性は女性に下ネタ言わせたい願望ありますからね。そうやって自分も興奮しようとしてるんですよ。具体的に言うと、例えば、あなたの服装を見て、今日の格好セクシーだねみたいなことを冗談っぽく言う。あなたの外見を褒めるだけじゃなくて、セクシーという言葉を使うことで、あなたへの性的興味をさりげなくアピールしていますよね。例え2つ目は、冗談だよって言いつつも下ネタも言ってくる。いますよね。ちょっとだけ下ネタ言って冗談だよみたいな感じで言う男性いますけど、ムラムラしてますよね。ジャブ打ってるんですよ。下ネタいけるかな。とりあえず軽くジャブ打っといて、それで反応を見て、その後どうするか決める。こういった時は大抵ムラムラしてますからね。という感じで、直接的な表現じゃなくてもセクシャルなニュアンスを含む冗談を言うのは、あなたへの性的興味を示すサインです。では8つ目は、軽いボディタッチが増える。ボディタッチは言葉を使わずに相手に好意や親近感を伝えることができるコミュニケーション手段ですが、同時に性的興奮を高める効果もありますよね。特に二人きりの時やロマンチックな雰囲気の中でボディタッチが増える場合は、あなたに対して性的興味を感じている可能性が高いでしょう。具体的に言うと、例え一つ目は、あなたの肩や背中に手を添える。ムラムラしてるな。会話中や一緒に歩いている時にさりげなく肩や背中に手を添えるのは、あなたとの距離をもっと縮めたい、触れたい、イチャイチャしたいっていう気持ちの表れですね。エスコートしている風に見せて、しっかり触ってムラムラしてますから。ソファーに座っている時もこうやって手を回したら、ぐっとこうやって距離感を縮めて抱きしめたいぐらいの気持ちにはなってますね。例え2つ目は、あなたの髪を触る、または耳にかける。ムラムラしてんな。彼があなたの髪に触れるのは、あなたへの愛情表現であると同時に、性的興奮を感じているサインでもあります。特に付き合う前、だいぶ興奮度高いでしょうね。〇〇ちゃんの髪ツヤツヤだよねとか言って頭を撫でてくる場合はだいぶ興奮してますよ。頭撫でられるの好きなのとか言ってちゃっかり頭を撫でてくる場合は触れたい気持ちで満たされてますね。例え3つ目は、あなたの腰に手を回す。だいぶムラムラしてますね。女性の腰は体のラインを強調する部分であって、男性にとっては魅力的に見えるんですよね。彼があなたの腰に手を回すのは抱きしめたい、もっと近づきたいっていう気持ちの表れです。腰を持つっていうのはやっぱり興奮してますよ。その腰を持ってコントロールしたい気持ちが実際ちょっとありますよね。自然にそうやって腰に手添えてるところはあります。もちろんね、付き合ってある程度慣れた後だったらそんなこともないですけどね。どちらかというと俺の女だっていう独占欲の方が強いかもしれないけど、これが例えば付き合う前とか関係を持つ前だったら相当ムラムラしてると思いますね。普段はしないような軽いボディタッチが増えるのは、あなたに触れたい、近づきたいという欲求の表れです。では9つ目は、あなたをじっと見つめる時間が長くなる。男性はムラムラしているとじっと見つめてしまう傾向がありますね。それはあなたの表情や仕草をもっと見たい、あなたにもっと近づきたいっていう気持ちの現れです。だからじーっとこうやって見て距離感をぐっと縮めるような雰囲気を出してるわけですよね。特に彼があなたの目や唇をじっと見つめる場合はムラムラが高まっている可能性が高いと言えるでしょう。具体的に言うと、例えば会話中にあなたの目をじっと見つめてくる。視線が合う時間が長くなるのは彼があなたに夢中になっているサインですね。特に彼があなたの瞳を深く見つめる場合はあなたへの強い思いを抱いている可能性があります。目をこうやってじっと見て話すっていうのは、そのままキスしたいぐらいの感覚、実はちょっとありますよ。例え2つ目は、あなたの動きを目で追う。あなたが何かをするたびに彼があなたの動きを目で追うのは、あなたに視覚的な魅力を感じているサインです。特に彼があなたの体のラインや仕草に注目している場合は、性的興奮を感じている可能性が高いですね。女性の動きを目で追っている時って、そのしなやかなボディラインに目を奪われている場合も多いですからね。女性の魅力的なパーツを男は目で追っていることも多いので、そうなるとやっぱムラムラしちゃってますよね。
例え3つ目は、あなたが何か話している時にじっとあなたを見つめながらうなずく。あなたの話に真剣に耳を傾けながらも視線があなたから離れないのはあなたに夢中になっているサインです。心の中で可愛いなぁと思って見つめていますからね。会話中だったら見つめるの自然に感じるじゃないですか。だから男としても実は見やすい瞬間なんですよ。逆に会話していない時にじっと見つめるのは不自然だからしにくいよね。視線を送る時間が長くなったり目が合う時間が増えるのはあなたに夢中になっている証拠です。では10個目は、二人きりの時に距離感が近くなる。男性はムラムラしたら自然と距離感を縮めようとします。二人きりの時に彼があなたとの距離感を縮めてくるのは、もっとあなたと距離感を縮めて親密になりたい、触れたいという気持ちの表れですよね。具体的に言うと、例え一つ目は、エレベーターや狭い路地などで二人きりの空間の時に自然と体が触れ合う距離に立つ。偶然を装って距離感を縮めてくるのはあなたに触れたい気持ちの表れですね。男としてもこのシチュエーションは都合がいいと思ってますよ。狭い路地とかエレベーターっていう理由付けができますからね。狭いからこの距離感でいても自然だよねって認識できるから都合いいよね。だからこの時にぐっと距離感を縮めて肩を当てるとか意外とあると思いますね。例え二つ目は、あなたの隣に座る時に肩や足が触れるぐらいの距離感で座る。意識的にそうやって距離を縮めてくるのはあなたへの関心を示すサインですね。だから飲み会の時とか周りに誰もいない二人きりの時にこういったことはよくあると思う。飲み会でも特に最初の時はそんな距離感縮めないけど、みんな寄ってきて社会的な空間っていう意識が薄れた時に近づくことが多いですよね。完全にムラムラしてますよ。あとはテーブルの下はパーソナルな空間になってますからね。二人だけの空間を作り出すことが可能ですからね。テーブル下で距離感縮めてくることもあると思う。こういった時もムラムラしてる。例え三つ目は、あなたと話している時に顔を近づけてくる。二人きりの時にしやすいよね。ムラムラした時は本当にこの距離感で話したりすることもありますよね。もちろんここの距離で見つめ合うっていう感じじゃないけど、お互い正面向いていたりね。で、男性がたまにこっちをチラって見るみたいな。っていうこの距離感ぐらいで話している時には、実際ムラムラしてますよ。ちょっと動けばキスできるぐらいの距離感じゃないですか。だから男も意識しますよね。俺がここでぐっと距離感縮めたら、もうキスできちゃうな。意識したりもするんで、ムラムラしてますよね。二人きりの時にパーソナルスペースが狭くなるのは性的興味を示すサインです。というわけで男性がムラムラしているサインについて話してきましたが、いかがだったでしょうか。もし他に気になることや相談があればコメント欄で気軽に質問してくださいね。というわけで今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。そしてこれからも恋愛に関する動画をたくさん更新していきますので、次の動画も見たい方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。